こんにちは、はみ肉チャンネルです。栗駒山のふもとにある秘湯須川高原温泉、以前はお休みで入浴できなかったところです。今回は岩手県一関から須川高原温泉を目指し、そのまま岩手、秋田、山形の県境を巡ります。岩手県一関市から国道342号線で西に向かいます。ここは岩手でも有数の観光地平泉の近くです。数キロ北には世界遺産中尊寺。我が家では初詣ではここに来ることもあります。国道4号線を挟んで東側には芸美渓。四季を通じて船下りが人気です。船頭さんの歌芸美大岩木が雰囲気最高でした。私が向かっている西方向には有名な芸美渓があります。その近くの温泉に行ってみます。車での平泉観光には最高の立地ですね。私の好きなひなびた温泉ではありませんが、家族旅行にはこういうホテルはいいですよね。フロントの方も丁寧で好感触でした。2022年にかんぽの宿をリニューアルして亀の井ホテルに。明治44年から続く別府発祥の亀の井ホテルグループの一員となりました。創業時から脈々と受け継がれる油屋熊八によるおもてなしの精神にあふれた素敵な場所です。泉質はナトリウム塩化物泉。遠くにこれから行く栗駒山が見えます。ここから 1km ほどで厳美渓ですが、何度も行ったことがあるので今回は素通りです。私はここの吊り橋が苦手です。西に向かう途中で見慣れない温泉の看板。およそ400メートル先。2008年に経営破綻した温泉地を地元企業が引き継ぎ、2024年に大規模なリニューアルとともに新体制でスタートした一軒宿。女性が喜びそうなおしゃれな雰囲気ですね。フロントの方の対応もとても穏やかで丁寧。食事はジャパニーズフレンチというスタイルで、着物を自分で選んで楽しむようです。これは女性がたまらないサービスなのではないでしょうか。少々場違いなじいさんは風呂に行きます。泉質はナトリウムカルシウム硫酸塩泉。周囲の自然と溶け込むようなデザインが美しいお風呂でした。特に露天風呂、秋の紅葉の時期にはどうなってるんだろう。入浴後にはこれらの飲み物やスナックがいただけます。私はエスプレッソをいただきました。若い方のデートや奥様を喜ばせたい時にはいい場所ではないでしょうか。西に 1km ほど行ったところにある新湯温泉。強酸性の須川高原温泉での湯治後の仕上げとして国民保養温泉地として指定され、コテージやキャンプ場、子どもが遊ぶジャブジャブ池やスキー場が併設されています。ただし国道から何も見えないので通過するだけでは気がつかないかも。露天風呂はカルシウムナトリウムを含む硫酸塩泉、少し鉄分を含んでいるようです。内湯はナトリウムカルシウムを含む低調性アルカリ性高温泉。2種類の温泉を楽しめるファミリー向けの施設でした。さあここから本格的に上り道に入っていきます。目指すは栗駒山麓の須川高原温泉。
栗駒山は紅葉が有名で、その見事な景色は別名神の絨毯。私も何度か登山しましたが、異名に偽りはありません。ものすごい景色です。栗駒山には何本かの登山口がありますが、ここは須川高原側、どちらかというと北側になります。一般的に初心者が登りやすい岩鏡平登山口は反対の南側になります。紅葉にはまだ早いですが、登山者を含む大勢の方がいらっしゃいました。今日はここの無料キャンプ場で一晩お世話になります。キャンプ場は須川高原ビジターセンターで申し込みをします。ね、関東から来た人は本当に何これ、高さが違うからね、やっぱ違いますよね。気さくな受付の方にいろいろと教えていただき、カモシカって鹿なんだ。この近辺の野生動物の標本を確認し、キャンプサイトを見に行きます。やべえな、ここは。これ炊事場か。あ、やべえな、これは。こういうとこどこでも貼っていいんだ。さすが山男のためのキャンプ場、野趣あふれるワイルドなテントサイトですね。いや、すごい。これはうわ、夜寂しいぞこれ。孤独を愛するキャンパーには最適ですね。私はキャンプ場は利用せず駐車場で過ごします。無料でこういうとこがあるのは嬉しいことです。もうちょっと紅葉が始まってるよね。標高が高いので気温はかなり低めですね。この夜は7度まで下がりました。これ夜9時までやってたもんな。人の多い日中は下げて夕方まで駐車場で寝て待ちます。これは後で。もう誰もいなくなった。多分キャンプ場も誰もいないな。夕暮れ6時過ぎにお風呂をいただきに行きます。トイレもボロボロだけどウォシュレットでした。ちょっと風呂行くかな。トマトで買うんだ。須川高原温泉は徳川時代からの湯治場で300年以上の歴史を持つ道のくの秘湯です。標高1126メートルの自然の中で毎分6000リットルの湧出量を誇ります。泉質は日本でも稀な強酸性の明板緑板泉。独特のエメラルドグリーンの色が美しい。夜の9時まで日帰り入浴を対応していました。露天風呂の大日中のみですがありがたいです。夜までやってるんですね、日帰りで。それで一応夜9時までのご利用で、あはい、お願いしてます。はい。多分前乗りの登山者のための夜間営業なんでしょうね。こんな高知の一軒宿にしては食事も豪華なようです。はい、すみません、向こうの入り口の入れ物のとこ行ってそれ入れていただければ。わかりました。はい。外出てあっちですか。昼時には食堂や売店も営業してます。いいな、これ看板。やっぱこっちなんだ。宿泊施設から100メートルほど離れたところに天然蒸気孵化臭花魁風呂もあります。窓口に人がいない時にはチケットを箱に入れて入浴します。今まで2回も訪問して入れなかったお湯、3度目の正直です。乳白色に少し濁ったエメラルドグリーンのお湯。レモンのような爽やかな酸味は強酸性の証。ぬるめでいつまででも入っていられるお湯でした。
お湯の色は季節によっても変化し、雪解け水の多い季節にはお湯が透明で、それ以外の季節は見事な乳白色に。雪解けの頃にまた来てみたいです。ここは栗駒山への登山口。登り始めは豪快に湧き出る源泉の横を通ります。夜間には拝むことはできませんが、興味ある方は昭和後の動画を見てみてください。体も温まったので、旅館の自販機で飲み物を買って車で休みます。フロントにお願いすると快く中の自販機を使わせていただきました。数台の車中泊の方がいる以外、広い駐車場には車がありません。今まで見たことがないくらい多くの星が輝いています。暖房の準備がまだなかったので、とりあえず山を降ります。立ちはだかるタヌキ、なかなか肝の据わったやつでした。結局おやす峡まで移動して就寝しました。おやす峡は以前訪れたことがあります。深い緑の渓谷にエメラルドグリーンの神秘的な川。その先にある地獄のような蒸気を噴き出すエリア。とても印象的で素敵な観光地です。あまり知られていないのが不思議ですね。まずは観光案内所で日帰り可能な温泉を案内してもらいます。リストがきれいにまとまってパンフレットになってました。至れり尽くせりです。しかし残念なことに朝早すぎてまだ入れるとこがありません。参考までに日帰り可能な宿を紹介しておきます。まだまだありますが、紹介しきれないので徐々に訪問してみようと思います。残念ながら今日はお休みだそうです。ここも今日は定休日。どうしようか思案してましたが、ありました。入れるお風呂。商用館かな。
総合観光案内所の道路を挟んで、観光案内所から道路を挟んで反対側に共同浴場が見えてました。500円で入浴可能とのこと。共同浴場にしては綺麗な建物。中は無人でお金を箱に入れて入浴するタイプです。コンパクト。無色透明なお湯は源泉名おやす峡温泉。源泉温度 61.2 度、pH 6.4 の単純温泉です。結構熱い湯でピリッとします。いやーよかった。お風呂にありつけました。昔は旅館だったんだろうな。もう一つあるという共同浴場を探すために付近をうろうろ。なんとなく普通の住宅街とは違う雰囲気。昔あった大火の前は旅館だったんでしょうか。さらに奥に行くと神社らしきエリアにそうだよな。熊が出ても不思議ではない雰囲気です。やめときましょう。一度表通りに出て、またすぐ左折して住宅街の奥に向かいます。これかな。奥にあれかなっていう感じの建物が見えてきました。熊とかでそうだな。入浴の方は200円をご協力お願いします。どこに？隣の家に。看板があった家に呼びかけるも応答はなく、200円を置いて入浴することにしました。ちゃんと男女別で脱衣場があります。お湯は無色透明、ほぼ無味で、湯口でかすかにいぶしたような硫黄の匂いがします。ちょっとスベスベする感じ。注がれてる湯はとても熱かったけど、湯船は適温。一旦溜めて流す仕組みが効いているようです。外観は農機具を収める納屋のようですが、ちゃんとお風呂でした。なんだかちょっと得をした気分です。あれ、ここにもお風呂に関する看板。ここに料金を払えばよかったのかな。
住民の方々が主に使用する温泉ですので、なるべく邪魔しないように気をつけましょう。県境の旅はまだまだ中盤。ここから土呂湯方面に足を伸ばします。以前来た時には河原毛地獄の滝壺温泉に行きました。真っ白で不毛な大地を歩いていくと、ちょっと暑いかも。現れる巨大な滝。これが温泉なんです。すごいですね。今回は行かないので、興味がある方はチャンネルの別動画をご覧ください。